こが亀裂入ってます。ほら、わかるかな。はい、どうもこんにちは。本日はなんとこのワゴン R FTS リミテッドなんですけれども、わかる方だったらわかると思うんですけれども、昨日の夜ですね、運転してましたら、何やら甘い匂いがしたんですね。この甘い匂いにピンと来た人だったらわかると思うんですけれども、なんと冷却水が漏れてました。で、今ですね、まだどこから漏れてるかっていうのがわからないので、修理と同様にですね、どこが漏れてるのかというのを確認して改善していきたいと思います。本日はですね、急遽だったもので、うるさいアシスタントの変なおばさんがいないので、本日はのびのびやっていこうと思います。って喜んでる場合じゃないんですけれども、なんとかね、修理の方を進めていきたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。さあ、それではですね、早速原因を探求していきたいと思うんですけども、先ほども申しました通り、どこから漏れてるのかっていうのが分かりませんので、まずはですね、インタークーラーとか、そこら辺なんかを外して、まず漏れている場所を発見したいと思います。まずはここら辺のインタークーラー周りを外します。今日は風が強いから冷たい。どこから漏れてるんだろうね。インタークーラーを外せばちょっとその水回りなんかも見れるんで、ちょっと状況を確認できるかなと思って外してます。はい、インタークーラー外れました。私が思うにここら辺から漏れてるんじゃないかなと思ってます。おそらくこのウォーターポンプなのかな。ここのウォーターポンプのところが一番湿ってるんで、エンジンオイルかもしれないんですけども、ここから滴ってるの形跡を見れるんで、ちょっとね、ここをばらしてみたいと思います。水すっからかんです。まあしょうがない。どんどん外していきましょう。緊急に漏れてしまったので、ちょっとビビりすぎてしまって、いつものくだらないおっさんおじさんトークできないんですけど、ご了承ください。ダダ漏れ。これちなみに今、こうやってダダ漏れにするのは、もう水なので、もう漏れていて、もう水を補充しただけで水の状況下なんで、冷却水だけの時はちゃんと適切な処置で回収してください。周りをね、どんどん外していきましょう。なんだろうね。急だったんで、マジで焦りました。これ今この車、ヘッドカバーのガスケットもシールが傷んで、オイルが漏れてるし、先日、おそらく雪まにだと思うんですけど、雪まにのところから排気漏れも発生しちゃったばっかなんですよ。で、そっちを今度撮影しようかなって思ってた矢先にこっちが症状現れてしまったんで、マジで参ってます。原因がね、探求できないとマジでわかんないんで、焦りますよね。原因わかればね、ここ直しますってすぐできるんだけど、わからないとそれができないんでね、夜も眠れない毎日が出てきてしまいます。昨晩は全然眠れませんでした。考えすぎちゃって。バーも外してきましょう。これ原因がわかればいいんだけどね。ここにおそらくサーモスタットが入ってると思うんで、そのサーモスタットをね、取れれば。サーモスタットを取れればじゃない。ここから漏れてるっていうのが分かれば。でも漏れてるのここしか原因ないと思うんですよね。ホースかなと思ったら意外にもホースじゃないみたいなんで、多分ここだと思うんだ。だけど外せない。なるほど。ここ。そうか。おそらくこのサーモスタットだと思います。ここからだと思うんですよ。で、おそらくこのシールなんかな。なんか、今、サーモスタットのシールのところ見たんですけど、ここが亀裂入ってます。ほら、わかるかな。穴開いてます。ほら、あっち側見える。あっち側見えますよね。多分ね、これじゃねえかなって思うんだ。なんか、こういう溝なのかなとかも思うんだけど、他の見当たるところは切れてない感じなんで、多分、ほら、これ切れてないんで、多分この1箇所、あれどうだったっけ？
ここだね。ここが、ほら、切れてるところがやっぱりここしかないんで、こうやってね、こうやって切れ目が入っちゃってるんで、だからこれを今、替えの部品はないんですよ、正直。どこから漏れてるか分かんなかったんで。なので、今じゃあ、どのような対策があるかって言ったら、シーリング上の液体ガスケットを塗って、応急対策するしかないかなと思います。ちょっとね、それをやりたいと思います。まず、とりあえず、これをパーツクリーナーで洗浄します。シーリングつけるんで、脱脂しないといけないんで、そのためにね、今洗ってます。内側も外側もね、ちょっと洗浄しましょう。いや、だけどマジね、焦った。駐車場止めて、ドア開けたら甘い匂いが一気に漂ってきたんで、あれって思ってたんだけど、幸いなことに、これ、レーダー探知機の方に OBD から拾ってるから、水温とかブーストとか拾えるようになってるんですよ。それで、見てみたら、100度とか88度とか行ったり来たりしてるから、通常だいたいこの車90度ぐらいで推移してるんだけど、それが急になんか温度の変動が激しくなったから、おかしいなと思って、甘い匂いしたのを思い出して、見てみたら、案の定、冷却水入ってなかったんで、マジかと思いました。はい、じゃあこれでパーツクリーナー終わったんで、ちょっと乾いたら、このベルメシールって言って、ペットガスケットの液体ガスケットとして買ったやつなんですよ。これをね、ちょっと使いたいと思います。応急でこの穴開いてるところを塞いで、それでね、ちょっと応急処置をしたいなと思います。あんまり塗りすぎちゃうと、これね、こうやってハケ状になってて、デロンデロンになってます。デロンデロンね。で、これを塗るんだけど、あんまり塗りすぎちゃうと、後で新品に交換するとき、この固まったガスケットを剥がすのが大変なんで、その部位だけね、液体ガスケットを塗りたいと思います。これを外側と、違うね。塗り方が下手なだけだったんだけど。はい。これで固まるのを待ちます。大きくこうやってダマになってるところは、後でカッターとかハサミで切っていいかもしれないです。とりあえずね、これで固まるのを待ちましょう。それ以外にも、このヘッドの、今度変えるって言ったんですけども、ヘッド周りのこのオイル漏れがひどいんで、ちょっとパーツクリーナーで洗浄しちゃいます。ひどいんだよね、これね。こうやって綺麗にしておけば、次ね、また漏れとかがあったら、どっから漏れてるかっていうのも分かりやすいんで、そのために洗浄しておきます。良い子のみんなは、ここにパーツクリーナー入らない。なんかガーゼとかそういうの入れといて。マジでね、綺麗にできるところはね、綺麗にできましょう。今度この液体もね。はい、それではですね、オーブントースターを温めて、電源を切ってから温かい庫内で、ちょっとね、速乾で乾かしてきました。ちょっと別々にはなってるんですけども、とりあえずこれで塞がってるんで、これからね、取り付けてみたいと思います。ゴムが伸びてる。ゴムが伸びてます。これはうざいタイプだね。はまらない。伸びてるから、はまらないんだよね。いやー、はまらないな。いやー、はまらん。よし。ああ来た。奇跡的に。これをこのまま。試行錯誤の上、奇跡的にはまったんで、このまま衝撃を与えずに、パッキンがちょっと衝撃与えちゃうとパッキンが外れちゃう可能性があるんで、この溝にはめた状況下でそのまま取り付けていきたいと思います。ちょっと見づらくてごめんなさい。外れないことを願う。これでドッキングをつける。絶対このガスケットの再利用は私みたいなことはしないでください。これ私は後日新しいのとちゃんと交換しますので、今とりあえず応急処置で液体ガスケットで穴を塞いだってだけなんで、これで治るかっていう確証もありませんので、あくまでここから漏れるっていう可能性と同時に、じゃあこれ漏れたら漏れたでどうやって取り外して交換していくのかっていうのを参考にね、覚えていただければと思います。あくまでこのガスケットの再利用は絶対しないでください。特に水回りはね、漏れちゃうと本当に最悪エンジンオーバーヒートとかでエンジン壊しちゃいますので、くれぐれもならないように、新品にね、ガスケットは交換してください。対角線上にね、締めていきます。あとはホースなんかもつけていきます。裏もね、合わせて
直ってくれりゃいいんだけどね。これつけない。これつけない。つけ忘れないようにしてください。ワンナットを落とさないこと。これを交換すれば大丈夫だと思うんだけど、心配なのは、このウォーターポンプのケースが樹脂でできてる。っていうことは、経年劣化でブラックが入ってここから漏れるっていうことも十分あり得るのでね。そこが心配。これつけ忘れないようにね、してください。じゃあ、こんな感じです。カメラ見づらくてごめんね。ちょっと一人しかいないんで、アシスタントおばさん今日いないから、ちょっとちゃんとしたところでズームとかできてなくてごめんなさい。できるだけね、最善は尽くしてるんだけど、やっぱちょっと、ピンでカメラを撮ろうとするとなかなかね、やってる最中の作業がね、GoPro とかね、お金なくて持てないんで、ごめんなさい。申し訳ないんだけど、今 iPhone 片手に一人でやってる最中なんで、やってる段階で、残念ながら GoPro 欲しいんですけど、お金がなくて買えません。ごめんなさい。GoPro 買いたいんだけどね、ちょっと今は無理かな。ここ樹脂なんで、締めすぎて割らないようにね、気をつけてください。で、しかも年代物なんで、プラスチックだいぶ劣化してる可能性も高いんで、気をつけて。シュールだな。それでやると、やっぱこんだけ静かなんですね。ドキドキだよ、ほんと。次回はね、このエキマニのガスケットの交換を動画にしたいと思います。アッパーホースをつなげます。つなげたら、あとクリップ類だね。あとはウォーターポンププライヤーがあるのがベストです。あまり力んでフィン潰さないようにね、気をつけてください。どっちだ？こっちか。これで直ってくれればいいんだけどマジで不安。よし。はい、じゃあこれでとりあえずついたんで、これでこれから冷却水を足して、で、矢抜きをして、その後漏れてないのかっていうのをね、一通り見てみたいと思います。直ってくれてればいいんだけど、とりあえず暫定なんで、水を足します。この後新品に交換するからね、今暫定で水漏れしないか。まあ色ついてる方が分かりやすいんですけども、ちょっと今、冷却水持ってないんで、ちょっと緊急でね、やっぱこうなってしまったんで、何も揃えてないんで、とりあえず水を足して漏れがないかどうかだけを確認します。はい、じゃあとりあえずエンジンをかけてみたいと思います。排気漏れしてからうるせえ。あれこれ、やっぱりダメっぽい。はい、ということで、なんとかですね、水漏れ塞ぎました。一応先ほどのこのパッキンなんですけれども、これ名称はサーモスタットケースシールらしいです。結局、この亀裂の部分から水漏れして水が漏れてたということで、一応応急でと思って塞いでみたんですけども、オーブンでちょっと温めた時にゴムが伸びてたみたいで、このゴムがはまる枠があるんですけど、ウォーターポンプケース、サーモスタットケースですね。そこのケースのところに、このゴムがはまるように溝が切ってあるんですけども、その溝の大きさと、このゴムのケースがもう合わない状態になってて、要はオーブンでちょっとこの速乾で温めようと思って温めたのが、あだとなって、逆にゴムが伸びてしまって、大きさのサイズが合わなくなってしまったということで、ちゃんとはまってなかったんですね。これだともうどうにもならないんで、とりあえず、向かいにある、今不動車になってるワゴン R の同じサーモスタットケースシール取り外して、中古なんでね、よろしくないんですけども、とりあえずもう、この車が動かなくなっちゃうと、私、何も動けなくなってしまいます。で、とりあえず、その応急として、そのシールを交換してみました。
それで今エンジンかけて2、30分ぐらいしてるんですけども、先ほどのポタポタ垂れてるのが収まったんで、おそらく大丈夫じゃないかなと思います。サーモスタット開いた状態でラジエーターキャップつけた状態で、要は水圧がかかってる状況下でも水がポタポタ垂れてこないってことは、おそらくとりあえず応急処置で治ったのかなと思いますので、一応これですね、ディーラーで新品を部品取りのワゴン R の方と含めて2つ購入して、で、2台ともどもですね、また新たに交換して、しっかりとした修理をしたいなと思いますね。今回はあくまでも、こっから水が漏れるんだよっていうのと、あとは、そこの部品を、そのサーモスタットケースっていうのを取り外すにはどうすればいいのかっていうための分解方法、または組み付け方法っていうのなんかを、ちょっとね、今回 M さんいなかったんで、カメラがズームとか、ズームインとか、ズームアウトとかうまくできなかったんで、固定の感じでカメラ撮ってたんで、申し訳ございません。ちょっと見づらかったかもしれないんですけども、GoPro を買いたいんですけど、貧乏なんですいません。買いません。iPhone 片手に YouTube 撮ってる次第なんで、ちょっとね、映像のクオリティ、さらにちょっと今回低くなっちゃったかもしれないんですけども、今回はご了承いただければと思いますので、申し訳ございません。ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。一応ですね、応急修理はできましたんで、これで、これからディーラーの方にですね、この部品を、名称は概要欄にも貼っておきますけども、これですね、ちょっとシールがついちゃってるんで汚なったらしいんですけども、名称は、ウォーター、違うな、サーモスタットケースシールらしいです。品番とかは概要欄に貼っておきますので、概要欄の方ご覧いただければと思います。もし、今は大丈夫かもしれないけども、もし今後ね、ドア開けた時に甘い匂いがしてきたりとか、いう時なんかは、これ甘い匂いしてる時って、ちょっと甘いって言っても、本当に甘い匂いじゃない、ケーキのような甘い匂いじゃないんで、ちょっとなんか、なんだろうな、くどい甘い匂いみたいな感じなので、その匂いがした時は冷却水漏れてる可能性すごい高いんで、必ずね、エンジンルームの下とか見てみると、私のようにポタ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 と垂れてる可能性がありますので、ちょっと用心していただければなと思います。で、サーモスタットケース自体も樹脂でできてるんで、正直この枠をはめるときも、ちょっとポロッと取れたところがあったんですね。で、そこも心配だったんですけど、とりあえずこの中古のシールでも、塞げたみたいなんで、水漏れしてない状況でいられてるんで大丈夫だと思うんですけども、ただやっぱり熱加わるところだし、樹脂な部分っていうのもありますので、そこら辺なんかもね、気をつけていただければなと思います。また、一層のこと、それごと全部、サーモスタットケースごと全部交換しちゃうっていうのもあると思うんですけども、ちょっとコストかかっちゃうんで、このシールだけだと、値段自体は300円とかそこら辺で買えるっぽいんで、まあね、これだけでもいいのかなと思います。ということで、緊急の水漏れ修理でした。本日はアシスタントおばさんもいないので、一人でのびのびと作業してまいりました。カメラはちょっと見づらかったかもしれないんですけども、楽しくやることができました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とベルの通知のマークをですね、オンにしていただきますと、マーブラックの不定期な動画投稿が通知でお知らせになりますので、もしよろしければ通知をオンにしていただければ嬉しいなと思います。またですね、Twitter、Instagram、TikTok、そちらもですね、フォローしていただいて、この YouTube で公開していない部分なんかのワゴン R の動画や画像の投稿もしておりますので、ぜひそちらもフォローしていただければなと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。